皆さんこんばんは。バーネコマタヤの新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。本日は日本のクラフトジンについてお話をしたいと思います。近年クラフトジンが流行していることは皆様もご存知だと思うんですけども、そうもそのはず。本場イギリスでは2018年以降、ジンの市場規模がウイスキーの市場規模を金額ベースで上回ってしまったんです。2019年の統計ではイギリスのウイスキーの市場規模が約28億ドルに対し、ジンの市場規模が36億ドルと大幅にウイスキーをジンが塗り替えてしまったんですね。その背景もあって国内でジンを作る動きがやっぱ最近増えてるんですけど、ここで大きな落とし穴がこれはどうなのって思う国産のジンが多く存在します。日本の焼酎の売上ベースって下がってるんで、蒸留期があるんだったらばトレンドが来ているジンに方向転換した方がいいというのはね、別に悪い話じゃないんですよ。むしろ商売的にはいい話だと思います。ただおそらくジンをねよく理解してないんじゃないかなって思うんですよね。味わいが寝ぼけてるものだったり特色がないものっていうのもあるんですけども、それはねジンを作る経験値が足りないがゆえに仕方がないのかなっていうふうに思ったりもするものもあるんですよ。それにね、私のね好みというものもありますから、それにそぐわないだけなのかなって気もするんですけども、焼酎にただ香料を足しただけみたいなものも存在するんですよ。そうするとね、飲んだ時にね、これはどうなのかなっていうふうにね思わざるを得ない。ジンの味わいのバランスがわからないんであればもう言ってくれればね、僕協力するんですけどね。てなわけで今の日本のジン市場は美味しいジンとどうなのかなって思うジンが混在している気がします。それこそねポーカーのジョーカーを引くような感覚でね楽しむっていうのも一つだと思うんですけども、できるだけ失敗したくないって方もやっぱいらっしゃると思うんですよ。なので今回は忖度なく私が美味しいと思うクラフトジンをご紹介したいというふうに思います。ちなみにですよ、ごめんねちょっと話長くなっちゃうんだけど、私も自分でリキュールを作っているので作り手の気持ちもわかるんです。だからあまり変なこと言いたくないんですよ。それこそ好みもあるし、そして商品が存在しているってことは需要があるってことなんです。ただ全ての商品を褒めちぎってしまうっていうのもなんか嘘くさい感じもするし、僕のチャンネルを見てくれてる方々には失敗してほしくないんですよ。そんなバランスの中で私が紹介しない商品があるとしたら、そこは察してください。では今回は3種類のクラフトジンをご紹介したいと思います。まずは野沢温泉蒸留所の野沢ジンです。長野県の野沢温泉で作られたクラフトジンですね。今回はシグネチャーボトルにあたる野沢ジンです。コンセプトが森の中を歩いているようなということなので、ボタニカルには黒文字であるとか杉とか柿同士とかね、そういうのをね使ってるんですね。黒文字とかね杉とかはね結構他のジンでもよく使われてるんですけどもね、柿同士って面白いですよね。柿同士って皆さんご存知ですか？よくね春先になるとね紫色のね花をねつけるね、ハーブっていうか、野草なんですけども、結構ねミントみたいな清涼感があるんですよ。では飲んでみましょう。いただきます。すごくジュニパーベリーが強いですね。そして飲んだ後にやっぱりね杉かな、ウッディな香りがします。でも最後に爽やかな香り、これはレモンですね。レモンのフレーバーも強く感じる。他のボタニカルも入ってますけど、この3本の柱が、前面に来てる感じを僕は受けます。それではジントニックで飲んでみましょう。これもあれですね、少し白濁するタイプのジンですね。
エキス分が高いのかな。そしてね、猫又屋のジントニックはジンとトニックウォーター両方入れるんですね。詳しくは過去僕がねジントニックの動画を紹介してるんで、そちらを見てください。そしてライムを入れちゃうとやっぱライムの味が強すぎちゃうんで、今日はねジンを入れてトニックウォーターと炭酸のハイブリッドでジントニックを作っていきます。それではいただきます。サルー。うまいね美味しい。これはレモンのフレーバーが初めから入ってるんで、これはライムとか入れなくてもいいかもしれない。ライムとかを入れるのが面倒だって方にはこれいいね。今僕ジントニックとして飲んだの初めてなんですよ。美味しい。非常にジンの香りもするし、ボタニカルの香りもするな。美味しいですね。レモンが効いてる。トニックウォーターの苦甘さとこのレモンが加わってフルーティーな感じ。美味しいですね。ジントニックおすすめです。続いては山梨県の甲州で作られているギークスティルさんのアムリタジンをご紹介します。ギークスティルさんは面白くて、山田錦を使った純米酒をベーススピリッツとして使ってるんですよ。常に限定商品を作ってるんですけども、今回ご紹介するのは2022年に限定発売しているアムリタジンです。左下のところに数字が書いてあるんですけど、これがねおそらくねボタニカル番号なんですよね。1がジュニパーベリーで、3がブドウの花、そして27がミントみたいな感じなんです。これは17119というふうに書いてあるんですが、ジュニパーベリーとは別に金木犀、そしてニセアカシアを使ってるらしいです。金木犀は皆さん知ってるんでね割愛しますけど、ニセアカシアってご存知ですか？春になると河川敷の下とかに、甘いジャスミンの花のような香りを放つ花なんですけども、よく皆さんが食べている蜂蜜、あれアカシアの蜂蜜ってありますよね。あれはニセアカシアの蜂蜜のことなんです。そうそう、ニセアカシアは花とかは問題ないんだけども、葉っぱとか枝とかには毒があるので、専門家でない皆様は取り扱いにはどうぞご注意ください。ではいただきたいと思います。いただきます。すごい日本酒の香り。これは銀条香かな。フルーティーな香りがしますね。これがニセアカシアの香りか。やっぱりすごくフローラルの香りがしますね。これが金木犀かって言われるとってちょっとわからない部分もあるんですけども、そのニセアカシアと金木犀の香りがマリッジして一つのフローラルの香りとして完成しています。非常にフローラルではジントニックとして飲んでみたいと思います。それではいただきたいと思います。スルー。美味しい。一番最初に感じた感覚としては本当に日本酒をすごく感じたんですよ、香りとして。だから日本酒が好きな方にジンを贈るものとしては非常に面白くて喜ばれるんじゃないかなというふうに思ったんですよ。そしてお花の香りもするしね。
今こうやってジントニックとして飲むと日本酒感は少し減るんだけどもジュニパーベリーの香りも立ってくるし、非常にフラワリー、お花の香りが強いです。エレガント、華やかですね。なんかもうね、こういうジンばっかり飲みたいわはい、やっぱねジントニックって非常に、シンプルがゆえにね、ジンの香りとかね引き立てるからね、ジントニックとしても美味しいと思います。これは最後のジンは余白ジンです。長野県の佐久市の不要酒造さんが作るクラフトジンです。これね面白いなと思ったのが原材料です。ベーススピリッツの一部にカストリ焼酎を使ってるんですね。ただカストリ焼酎だけだとバランスが悪いと思ったんだろうね。穀類のスピリッツと果実系のスピリッツをね混ぜてブレンドしてるんです。ボタニカルも長野県産のリンゴとか、あと黒文字、熊笹、そして山椒とかね、そういうのも使いつつ、ジンの定番であるセージとかアンジェリカルートとかリコリスとかクローブ、カルダモンとかね、日本のボタニカルと世界のボタニカルのねハイブリッドって感じが僕は印象を受けました。では飲んでみましょう。いただきます。サルー。芳醇、かすかに日本酒のような香りもするけど、ジンのジュネパーベリーが一番強いね。山椒が来る。山椒結構強いですね。なるほど。あとねボタニカル結構使ってるかな。味がすごい濃い。でもねボタニカルの数がね11種類かな入ってるんですけど、非常に繊細で飲めば飲むほどいろんな味わいがね感じようと思うと出てくるんですよ。だからね前にもね昔紹介したジンでもあったんだけど、これ多分ね調香師さん、よく香水とかを調合する調香師さんとかが入ってるかもしれないですね。非常にね香りのバランスがとっても繊細。ではジントニックとして飲んでみたいと思います。ではいただきたいと思います。サルー。最後、なるほど。トニックウォーターで割ると面白いことが起きた。やっぱジントニックって奥深いですね。今ねトニックウォーターで割ったでしょ。これ面白い。今まではちょっと感じにくかったリンゴがすごい出てきた。リンゴの味ですこれ。さっきはちょっと日本酒の香りもしつつ、ジュニパーベリーとそしてね山椒の香りが強かったんですよ。これトニックウォーターと炭酸とかと割って、要は少し加水するような形にするとリンゴが出てきた。面白いね。もう今日本当にね全部美味しいこんなジントニックをね本当にお店で飲めたらねもう最高だしね、本当に幸せですね。皆さんね今日はね3種類のねジンが紹介しましたけども、なんかね僕の感想を聞きながらね参考になるものがあれば嬉しいです。全部ちょっとタイプは違う部分なんですけど、本当にねクラフトジンっていうのはどうかなと思うものもあるんですよ。本当にねこのチャンネルを見てくれた皆様には失敗してほしくないんで、僕のフィルターを通してだけどねこうやってご紹介をしましたし、今後もねこういう動画を皆様にお届けしたいなというふうにも思ってます。皆さんのねコメントとかいいねとかねすごく嬉しいんで励みになってます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。じゃあまた来週もまたね。美味しかったなこれ。最高。やっぱ高いジン美味しいよね